AI が作った異世界転生もの第12話。錬金術師との出会い。ある日、大膳の計らいで、俺はオートにある研究施設を訪れることになった。ここには何があるんだ？錬金術と魔法の融合を研究している施設だ。お前の魔法の適性を考えれば、ここで学ぶことは無駄ではないだろう。大膳が言う。確かに、俺は剣と魔法を学んできたが、まだ戦うことにしか魔法を使っていない。錬金術のような分野には触れたことすらなかった。施設の中は思った以上に広かった。壁一面に魔導書が並び、中央には実験用の器具が無数に配置されている。そして、今日は珍しい客人だね。俺たちの前に現れたのは、ローブをまとった女性だった。30代前半くらいだろうか。長い髪を後ろで束ね、快活そうな笑みを浮かべている。こいつはレオン・カイゼル。剣も魔法も習っているが、他の知識も必要になる。お前なら良い刺激を与えられると思ってな。大膳が紹介すると、彼女は俺をまじまじと見つめた。へえ、公爵家の嫡男さんね。でも、あなたの目は、普通の貴族とは違うわね。俺は少し眉を潜めた。それはどういう意味ですか？普通の貴族の子はそこまで学びたがらないものよ。剣と魔法さえ磨いておけばいいと思ってる。あなたは違う。もっと何かを知りたがっているでしょう。俺は驚いた。確かにその通りだった。剣と魔法だけでは世界を知るには足りない。あなた面白いわ。いいわ、教えてあげる。そう言って彼女は手を差し出した。私はマリアン・アルトルート。元宮廷錬金術師。今はこの研究施設で自由に研究してるの？よろしくね、レオン君。俺はマリアンに案内され、研究施設の奥へ進んだ。錬金術って一体どういうものなんですか？俺の問いにマリアンは笑いながら答えた。簡単に言うと、物質の性質を変える技術よ。金を作る。そんなのは昔の話。今は魔法と融合させて、もっと応用的なことをやっているのよ。例えば、魔力を含んだ薬を作るとか、武器を強化するとかね。そう言うと、彼女は机の上にある小瓶を手に取った。これは魔力増幅剤。魔法の威力を一時的に高める薬よ。でも使いすぎるとマナ切れを起こすから注意が必要だけどね。俺は興味深くそれを見つめた。魔法を補助する手段か。レオン君はこの王属性の魔法を使うんでしょう？ならこれも試してみる？マリアンは小さな赤い石を取り出した。これは魔力を帯びた鉱石。炎の魔法を強化する触媒として使えるわ。そんなものが。俺は手に取ってみた。かすかに熱を帯びている。魔法ってね、ただ力任せに放つだけじゃダメなの？適切な触媒や理論を組み合わせることでもっと強く効率よく使えるのよ。マリアンはそう言って俺の手を取った。試してみましょう。俺は深く息を吸い、手のひらに魔力を込めた。炎が灯る。だが、いつもよりも炎の色が濃い。確かに威力が上がってる。ほらね、ただの閻魔法でも知識があればもっと強くなるの。俺は驚いた。剣や魔法の鍛錬だけでは見えなかった別の可能性。あなた、創造魔法に興味ない？創造魔法。ええ。普通の魔法を使うんじゃなくて、新しい魔法を作り出す魔法のことよ。俺は思わず息を飲んだ。それって俺が求めていたものじゃないか？マリアンはにやりと笑った。あなたの才能なら試してみる価値はあるわ。どう？やってみる？
俺の中で新たな興味が湧き上がった。錬金術、魔法の融合、創造魔法。これらを極めれば、俺は今まで以上に強くなれるかもしれない。ぜひ学ばせてください。俺はそう言って、マリアンの申し出を受け入れた。そして、この決断が後に、俺の進む道を大きく変えていくことになる。チャンネル登録、高評価お願いします。